こんにちは、釣りキップです。今回のテーマは芝生の育て方5選です。重要な作業を5つに絞り込んでご紹介していきます。逆を言えば、今回ご紹介する5項目さえやっておけば芝生は育つということです。このチャンネルでも春の更新作業などいろいろな種類の作業をご紹介してきましたが、そこまでしなくてもとりあえず最低限これだけはしてくださいという5項目となっておりますので、ゴルフ場のグリーンのような完璧な芝を求めておられる方にはこの5項目だけでは足りませんが、このような我が家レベルの芝生に育てることは十分できますので、ぜひ最後まで見ていただいて今シーズンに活かせてもらえればと思います。では本題に入る前に、いつも5つの項目をお伝えしてから各項目ごとに説明させていただいておりますが、今回は1から順番に発表しながら説明していきますので、5つの項目とは何か予想しながら見ていただければと思います。ちなみに順番は私が思う大切な作業の順番で、5番目が一番大切だと思う作業となっております。では早速ご紹介していきます。芝生の育て方5選。1つ目の項目は雑草取りです。この雑草取りという作業はメインの芝生作業からは外れていそうなイメージなのですが、雑草は多くなると芝刈りの時に一緒に刈ってもいいですかと質問をいただくことがよくあります。本当にわからない1本2本なら OK ですが、それがスズメの片びら、片ばみ、爪草など気がつけば大量に発生してしまうような雑草に関しては、芝刈りをしたところで雑草がなくなることはありません。むしろ大量に発生してしまった雑草は一気に抜いてしまうと芝にぽっかり穴が開いてしまうこともあります。そして手で取ることが不可能なくらい大量に発生してしまうと、除草剤を使わなければいけなくなります。芝生用の除草剤を使うことで芝は枯れることなく雑草を攻撃してくれますので問題はないのですが、芝生も雑草も同じ植物ですので芝生に全くダメージがないということもありません。雑草を多く一度に取ってくれるというメリットもあれば、芝生の成長が少しスローペースになってしまうというデメリットもあります。また量を間違えれば芝生が枯れるリスクもありますので、そうならないようにまめに雑草取りをしていただいて、常に雑草がほとんどない状態を目指してください。そうすることで雑草に取られていた養分も芝生に行き渡りますので、成長も早くなりますし、ぽっかり穴が開いてしまうということもありません。ちなみに僕はほぼ毎日朝の出勤前に10分だけ雑草を取ってから仕事に行くようにしています。毎日取れば10分でもほぼ全て取り切れますので、この雑草取りに関してはまめに作業することをお勧めします。では芝生の育て方5選、1つ目の項目は雑草取りをご紹介いたしました。芝生の育て方5選、2つ目の項目は水やりです。芝生に水やりとは当たり前と思っている方も多いと思いますが、これが意外ときっちりできていない人が多いです。一番多い間違いは水のまく量が少ないことです。さっとまいて芝生が濡れたので水やりができていると思う人が多いですが、それでは水不足でうまく育たないどころか、最悪真夏の炎天下の下では水不足で枯れてしまう危険があります。花壇や植木鉢の植物に水をあげるときは、さっとまいただけでも水はけが良いので根の方まで水が行き届きますが、芝生は違います。芝生は基本は人に踏まれていますので、土がしっかりと締まっています。人の重みで沈むことがほとんどありません。しかも芝生の葉が隙間なく生えていますので、芝生の葉の表面を水が流れていき、根の奥の方まで水が届きにくくなっています。そのためたっぷり水をあげる必要があります。それと大切なのは水やりの間隔です。時期によって違いますが、春から梅雨前にかけては1週間から10日に1回から2回の水やりで十分です。土の状態や気温、天気予報を確認して、必要なら間隔を短くして水をあげるようにしてください。そして我が家では梅雨明けの7月末から8月末の間は3日に1回は
必ず水をあげるようにしています。夏の炎天下の下では芝生の表面の温度が40度近くまで上がることがありますので、くれぐれも水不足には注意して作業するようにしてください。それと水やりの注意点、もう一つは水のやりすぎです。早く元気に育ってほしいと思うあまり水をあげすぎてしまうことがあります。我が家でも何度もやってしまうことです。時期によっては日照時間が少なくなり始める部分も出てきます。水のやりすぎで常に土が濡れているともや苔が発生して最悪芝生が枯れてしまいます。我が家でも南側のブロック沿いは8月末からはほとんど日が当たらなくなりますので、もや苔が生えて芝生が枯れることもあります。水をたっぷりあげればあげるほどいいというわけではありませんので、水やりの間隔も時期や土の状態を見てあげるようにしてください。目安となる水やりの間隔をお伝えしておきます。3月から5月、1週間から2週間に 1,2 回。6月から7月、1週間に 1,2 回。8月から9月、2、3日に1回。10月から11月、1週間から2週間に1回。あくまでも目安ですので、天気予報や土の状態、葉の状態を見て水やりをするようにしてください。それでは芝生の育て方5選、2つ目の項目は水やりをご紹介いたしました。芝生の育て方5選、3つ目は肥料です。この肥料がなぜ5選に入っているかと言いますと、芝生を育てていく上で肥料は 100% 必要だからです。たまに肥料は必要ですかと質問をいただきますが、答えはイエスです。必ずいります。なくても水だけでなんとか育たないことはありませんが、密度が悪かったり、色が薄かったり、部分的に剥げたりと、このような状態ではとても育てている芝生とは言えません。ですので芝生を育てていく上で肥料は 100% 必要だと言えます。そこでこれもよくコメントをいただくのですが、どのような肥料をまけばいいですかと質問をいただきます。肥料にも有機肥料や化成肥料、液体肥料などいろいろな種類があります。ただ今回の動画ではそれぞれの肥料の説明は控えさせていただきます。詳しくはきれいな芝生を作るコツ第4弾、肥料効率を良くするための土壌改善でご説明していますので、そちらを見てください。右上にカードを出しておきます。肥料の種類によって土の状態も変わってきますので、数年先には肥料を変更したりする必要がありますが、とりあえず今シーズンきれいな芝生を育てるにはホームセンターに行って芝生用の肥料を買ってきてください。それだけで十分芝生は元気に育ちますので、肥料の種類などは来シーズン以降にしっかり決めていただいて、肥料の項目を掘り下げていっていただければと思います。また肥料に関しても今後専用の動画をアップしますので、そちらを見ていただければと思います。それでは芝生の育て方5選、3つ目は肥料が必要ということをご紹介させていただきました。芝生の育て方5選、4つ目の項目は芝刈りです。この芝刈りの項目を4番目にするか5番目の最後にするかすごく悩みました。そのくらいこの芝刈りは重要な項目と考えています。ではなぜそこまでこの芝刈りが大切かということをポイントを押さえて簡単に説明していきます。より詳しい説明は専用動画を後ほどアップしますので、そちらをご覧ください。芝刈りをする目的は2種類あると考えています。まず1つ目はきれいに刈り揃えて見た目を整えることです。ここが芝生を育てている一つのゴールでもあり、芝生をきれいに育てたという実感が湧き、達成感が味わえる一つのポイントだと思っています。芝刈りをした夜にはコーヒーやビールを片手に芝生を見ながらニヤニヤしている方も多いのではないでしょうか。これが1つ目の目的です。そしてもう1つの目的は密度を高くするという目的があります。過去の動画でも何度も
説明させていただいてますが、芝生は刈ることによって葉の成長をストップさせると、土の中のランナーが成長して新しく芽を出します。その繰り返しで葉の密度が高くなります。ということは、芝刈りをしないとランナーの成長もゆっくりになり、なかなか密度が上がってくれません。ですので、芝刈りをまめにする方とあまりしない方では密度に大きな差が生まれます。また、芝刈りの回数が少ない方は、葉が伸びてランナーの成長が遅いだけでなく、成長点も上がってきますので、芝刈りをした時に軸刈りになってしまうことがあります。軸刈りになってしまうと見た目も茶色くなって元に戻るのに少し時間がかかってしまいます。今回ここまでご紹介してきた芝生の育て方5選の雑草取り、水やり、肥料の3つを完璧に作業したとしても、この最後の芝刈りで失敗してしまうと、せっかくここまで頑張って育ててきたのに仕上がりが微妙になってしまいます。ですので、このようにならないように芝刈りをまめにするようにしてください。特にトップシーズンの梅雨明けから8月末までは最低でも週1回は刈るようにしてください。我が家では芝刈りはできるタイミングがあれば必ずします。感覚が早い時は3日に1回はすることもあります。休日が雨で作業はできない時もありますので、天気予報はよくチェックしていつ芝刈りができるかを確認をしてください。ではここまで簡単に芝刈りのポイントをご紹介してきましたが、この説明だけでも芝刈りがいかに重要な作業かということが分かっていただけたと思います。昨シーズン芝刈りの回数が少なかったと感じた方は、今シーズンは少し回数を増やしてみてください。きっと結果も変わってくると思います。そして夜にニヤニヤしながら自分の世界に入っていただきたいと思います。それでは芝生の育て方5選、4つ目の項目は芝刈りをご紹介させていただきました。芝生の育て方5選、5つ目の項目は水はけです。この水はけというのは、作業というよりはご自身の芝生の水はけ具合を知ってほしいという意味です。芝生を育てるのに必要な条件はいくつかあります。日照時間、風通し、気温、水はけなどがあります。では、なぜ水はけ具合を知っていないといけないかということをご説明していきます。水はけが悪いと通気性が悪くなり、根に空気が届きにくくなります。それだけではなく、苔や藻が発生してさらに育ちが悪くなり、ひどい時には病気になって枯れてしまうこともあります。また、土が硬く締まって水はけが悪い時は、それだけ根が張りにくいことにもつながりますので、いくら肥料や芝刈り、水やりを頑張っても空気が届かないと成長もしませんし、病気になると育つどころか逆に一気に枯れ始めてしまいます。ではどうすればいいのか。まず最初に水はけがどの程度悪いのかを知ってください。そしてその次にその対策をしていきます。対策方法はいろいろあります。手っ取り早く済ませるには芝をめくって下の土を入れ替えます。ただかなりの重労働になりますので、あまりおすすめはできません。その他の方法では、スパイクで定期的に芝生ごと土を耕していきます。畑のように桑で耕すことはできませんので、少しずつになりますが改善はしていきます。もう少し作業時間に余裕のある方は、コアリングという作業で土を少しずつ入れ替えて水はけを良くしていきます。このコアリングが作業時間、コスト、体力、成果を見ても一番おすすめの作業です。また詳しいエアレーション、コアリングの方法を別動画でアップしていますので、右上にカードを出しておきます。以上のことから、ご自身の芝生の水はけを知っていただいた上で、その対策をしながら今回ご紹介させていただいた1から4番の項目を作業していただければと思います。それでは芝生の育て方5選、5つ目の項目は水はけをご紹介させていただきました。今回の芝生の育て方5選の各項目の説明はかなりざっくりにはなりますが、この基本5項目をしっかりと軸に置いて、そこから徐々に各項目を掘り下げて、より理想の芝生に近づけるように役立ててもらえればと思います。今後はこの5項目を軸として各項目ごとの作業を詳しくご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。また今回の5選以外にさらに詳しい作業については
別動画をアップしていますので、そちらの方を見ていただいて、さらにワンランク上の芝生を目指していただければと思います。それでは今後も4月5月と各月のポイントを押さえた芝生作業を配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。一緒に綺麗な芝生を育てていきましょう。ご視聴ありがとうございました。